まあ、測定ですね。この音楽講座、ここでは僕が音楽作るツールを DP からロジックに乗り換えられるのかっていうのの手順のその経緯をってやつのあれで。まず最初に天板の高さを決めて、その机に必要なものを乗せたら、その次にやること。まあ、測定ですね。測定は補正や修正っていうのもあるけれど、それよりか実態を知る、まあ体を知るっていうことで、それが目的で、それも自分ではない他人の耳で知るっていうことで、その辺は AI マスタリングみたいなものも同じで、要は他人の耳とかマシンの耳ってこうなんかみたいなことの制作の前に確認しておくっていうことでして、CD とかのいわゆるレファレンス音源鳴らして聞いた感じで特性把握して補正するっていうのもまあいいんだけど、結局のところ慣れちゃってる方にいい感じバイアスが効いちゃったりとかして、なんか自分に甘くなってくるよね。そこの自制装置としてまずは測定っていうそういうこと。必要なのは、オムニマイクと分析ソフト。それだけ。これはミニ DSP ので、ミニ DSP のは、これより新しいのが、なんとか2ってのがあって、32ビットのがあるけど、色がこれより黒っぽいので、こっちで。黒いとキャンプ場で夜見えないんでね、どこ行ったかわかんなくなっちゃうんで、これで、キャンプ場で測定しないんだけど。次に、分析ソフトを立ち上げると。ルーム EQ ウィザード。基本無料でかつ出来栄えが素晴らしい。使えば多分全員感動するみたいなやつですね。ここの部屋の環境だと、ステレオピアノでフォスティックスのと、ジェネリックと、あと、あっちに KEF とか、この座ってる位置から制御できるスピーカーは12本で、他に本体だけで操作できるラジオ体操専用のスピーカーとか、もろもろあるけど、測定はやっときたいものをその1本ずつで、ステレオペア同時とかでなくて1本ずつ測定していくと。例外としては、サブウーハーとの組み合わせは基本セットで考えてみたりとか、とにかくやってみるってことですね。で、ルーム EQ ウィザード。サイトに行って、ダウンロードして、アプリケーションインストールしたら、立ち上げて、プレファランス、サンプルレートとアウトプットデバイスとインプットデバイスの3つ設定すればいいかな。ここで本来は入出力のキャリブレーションが必要なんだけども、このミニ GSP のマイクは一個一個シリアルごとに工場で入ったキャリブレーションファイルが最初からあって、それを使えるんで、そのままいけるという感じですね。次に、オンワンツーレベルの設定。SPL メーターとジェネレーターを開いて、メーターは SPL の C ウェイトのスローにしといて、ジェネレーターの方はノイズのピンクランダムの500から2キロ、マイナス12とかにしといて、ピンクノイズを再生。僕はだいたい86デシに合わせてるみたいな感じですかね。86は快適な音量の上限とか言われてるみたいなあれですね。で、いよいよ、測定するかと。メジャーのファイル名を入れて、レンジと、あとレベルと、あとは、セッティングのレングス。レングスでかい方が精度は上がるんだけども、512K で1周10秒ぐらいですね。これぐらいあればいいかなっていうところと、あとタイミングを一応見ておいて、サンプルレートとアウトプット、どっちのチャンネルみたいなのを L ちゃんなら L ちゃんとかって入れといて、チェックレベル。レベル OK だったらこのままスタートさせる。測定が終了すると、メインウィンドウに測定結果が表示される。ここで言うと、この赤いやつが、いわゆる F 得っていうので、下の方が緑がいそうですね。それだけじゃなくて、他になんか、いろいろもろもろ、いろんなものが見れたりとかするんだけど、まずは、グラフ見やすくするのに、リミットをして、
fit to data で範囲を決めて、グラフメニューの3分の1スムージングでいいかな。そうすると3分の1オクターブでスムージングしてくれると。このグラフシフトドラッグすると3デシの範囲内で見れるよみたいなのもあるんだけど。まあ測定したら EQ ボタンを押してあげて、ジェネレックのフルレンジでカットオフで、ターゲットレベルを自動計算してもらって、レンジを決めて、マックスブースト値決めて、EQ フィルターを押してあげて、最終的に自分がどの EQ で補正するんだみたいな、その使うバンド以外のとこを消してあげて、例えば僕だったら、トータルミックス9バンドみたいな。あとは、マッチレスポンスとターゲットをしてあげると、どう直したらいいのかみたいなことを教えてくれる、そういうことです。今分析して表示して対応策が入ったのがよく見る周波数特性 F 特ってやつで、それって音響を自覚する上でのちょっとした部分みたいなもので、注目するべきってとこにはそこだけでなくて、むしろ他に位相の特性、周波数対歪み特性、インパルス、残響時間、直接音とのエネルギー比とかがあって、一旦測定用に集音したら、それらの帯域ごととかでの中身、分析結果をルーム EQ などで確認できると。例えば、周波数対歪み特性で言うと、EQ 補正の前後で測定した THD を見れば、EQ 補正のリスク、周波数を補正すると、それはそれでスピーカーの下の方の歪みが激増するとかも見えてくるし、全体のノイズフロアも見れるので、部屋なりとしての SN 比、要は、どの音量で鳴らしたとき、実際のとこ、どの範囲のダイナミクスを聞けているのかってことを確認できると。インパルスで言うと、グラフを見ながらピークの出てる時間に 0.34 かければ経路調が算出できるので、もしルームチューニングみたいなことをやるんだったら、むしろ測定は必須っていうことになる。詳しい使い方とか、結果の見方とか、そもそもの音響っぽいこととか、物理とか生理現象やらについては、まあ、ルーム EQ ウィザード自体のヘルプみたいなものも、ものすごく親切だし、先人の YouTube 動画とかもあるはずなんで、ここではまずこんな感じまでって。要は、測定して結果補正するんだったら、EQ とルームチューニング的な何かってことになるんだけども、そんなことよりも客観視したらそうなのかっていう、そこだけ分かれば、それだけで大丈夫。とにかく測定して結果を見る。そして制作前に必要な、幽体離脱みたいな。バンド、大事。バンド、